RX7FD、FC はイニシャル D っすよね。そうですね、これは兄弟で FC と FD 乗るっていうのはやっぱりもうドラマじゃないですか。FC をこう考えるとこれで限界で峠攻めてたって思うとイニディもだいぶ前のアニメなんだなって感じしますよね。だって今もうあんまりぶん回しちゃいけない車じゃないですか。でしょうね。これって40年前ですよ。中超綺麗。サンダーオートガレージ。こちらは、はい、SA22C のターボですね。はい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 、最終モデルで、はい、GTX だからパワー性がついているターボ。はい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 、それのまだエンジンをやって10キロぐらい走ってない車ですね。これをなんか選ばれる人は、はい、アイアンバンパーの昭和53年の、はい、あれか54年ぐらいが結構人気なんですね。ですからまあターボはちょっと邪道なんですかね。だから FD とか FC はターボですけども、もちろんね。御社がロータリーのって感じなんですか？そうですね。はいはい。はい、松の D ラインにいたの24年間。だからロータリーを結構専門に割と整備をやってたんです。それで独立しましたんで、はい、ロータリー側旧車が結構得意ですかね。なるほど。でコスモは世界で一番やってますね。ああ、なるほど。はいはい。こちらがコスモスポーツ、ね、はい。これは L10B っていうんで、はい、後期型のモデルフルレストアした。エンジン見てもいいですか？どうぞ。綺麗。これがコスモスポーツっていう車の、はい、後期型のエンジンですね。10A っていうやつで、当時ではこれがもうスポーツカーに積もうと頑張ってたから、はい、全部オールアルミなんですね。はい、オールアルミのエンジンで、今の車がやっとこの発電用な MX30 っていうやつでオールアルミになりましたけど、ね、はい、それまでではこのコスモスポーツ以外はなかった。コスモスポーツ以降が MX30 になったんですか？アルミのエンジンはね、はい、あとはみんな鋳鉄なんですよ、このサイドハージングが。だから FD もそうです、8もそうです、みんな鋳鉄。なるほどっすね。あとは787B とかレーシングカーだけがちょっとサイドハージングがアルミニウム。結構海外からのお問い合わせとかも多くないですか？そうですね。結構いろいろあります。だからオーストラリアとかニュージーとかですね、やっぱアメリカ強いですよね。あとはまあドイツ。はい。買おうと思ったら海外からでも買えるんですか？まあ日本で買った方がやっぱりいいんですね。日本で買って向こうへ売ると。で部品なんかも、はい、私が調達して海外に送ると、そういうのが多いですね。で今はなんと私がこの生産中止になりましたローターハウジングっていうやつを作ってます。これ作ってるんですか？作ってるね。これが今新潟から出てきた。でこっち側が削り始めて、まだここのところ溝が掘ってる最中で、ここにプラグホールが開く予定です。ここへメッキをかけて研磨して出荷ということです。それで、この頃非常にロータリーを世に出すに、はい、ここへチャターマークっていうマークで、はい、異常摩耗が起きちゃったんです、はい、それを防止するためにマツダはこれがアペックスシールっていうんですけど、はい、年代順に大体並べてあるんですけどね、はい、これが厚みが6ミリあってカーボンでできる。カーボンにアルミニウムを浸透させて、だから鉛筆の芯よりは強いんですよね。それがここに入るわけです、頂点に。ですけどこれは非常に弱いんです。弱くて耐久性もないですしね、あとは長年年数が経った自分で防塵してきちゃってあんまりよく使えないっていうんですかね。でうちはこれを2ミリに加工して RX7 のアペックスシールドが80ミリあるのを60ミリにカットして2分割か3分割これ分割させてこの中に入れると。でこの新しいローターハージングと組み合わせてやるとバッチリいうことなんですね。そんなことを得意としてやってます。なるほど。ガレージスターフィールド。ありがとうございます。はい、767B っていうマツダのグループ C カーなんですけど、それを私が持ってます。いろんなところで走ってるのはみんな私。グッドウッドフェスティバルオブスピード。あそこで事故ったのも私。サンダーオートガレージ。なんかやばい。知ってる人がいるわ。お話聞いていいですか？もちろんもちろん。はい。90万でデロリアンが買えるわけないでしょって話ですね。いや買えるんですよ。結論共同所有していただくような流れになります。4人で所有していただくんですけども、はい、お一人様1年間90万3000円でお乗りいただけますよというプラン価格です。確かに
今市場価格でだいたい1200万円から1500万円、そうっすよね。でなおかつこの個体に関してははいもともとカリフォルニアで新車の状態で保管されてて、新車のまだ1万キロ走ってないの？そう8000キロなんです。すごっ。改めて知りたいんですけど、はいどういう仕組みなんですか？所有権はランデブーになる？所有権はランデブーになります。オーナー様がその枠をご購入いただく。その枠の数は4人から8人まで、車車種によって変動するんですけども、はい決まってる日数を好きなだけお乗りいただくような流れになります。なんかメインカーにする車とかだと、はい自分家に置いときたいけど、デロリアン乗ってみたいけど、毎日乗るかって言われたら乗らないじゃなですか。そうないんですよ。そこなんです。メインのお車が1台ございまして、はい。でサブで、遊びの車、他どんなラインナップあるんですか？ラインナップで申し上げるとフェラーリ、ポルシェ、はい。あとは国産車だとスポーツカーで RX7 ですとか、おお、セブン乗ってみたいけど自分で確かに維持するかって言われると難しいところありますよね。あとはスーパーセブン、おお、屋根ついてないので、はい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 、まずその車を所有するのに屋根付きの駐車場を探さなくちゃいけないですとか、はい、どこに置いてあるんですか車は？今横浜のはい方にガレージ拠点が1拠点ございまして、で実は2拠点目が決まりました。ニコタマはい、あったんですかそんな場所？そうなんです。6月を目標にオープンする予定なので。いいな。どうなんですか共同所有のサービスって、はいあんまないですよね車だと。車国内では私どもが初めてですね。マニュアルなんだ。マニュアルでデロリアンっす。てデロリアンはマニュアルです。デロリアン確かにバックトゥザフューチャーでもガチャガチャやってた。やってましたよねうわ確かに意外となんかシンプルなんですね。なんかもっシンプルでとそっかバックトゥザフューチャーのイメージで入ってるからか。デロリアン買ってきたら奥さんにぶっ殺されるされます。でも共同所有だからって言い訳できるですもんね。そうですそうです。うんしワンチャンバレない可能性あるっすよね。もちろんもちろん。あとは法人名義でもちろんご契約いただけますので、はいはい、福利厚生として。そういうことです。うわーこれ排気量ってこれ 2849cc なんですよ。ちっちゃくない？小さいです。当時 V8 とか 6000cc が当たり前だった時代なので、それと比べると日本でいうと軽自動車並みのですよね。排気量、はい、その側にベットしたからそうです。中はあんまりみたいな。 DMC さん多分どちらかというと中身ではなくもう外見に力をかけてた。もうこういうドアの開け方ですとか、アルミ削り出し感って確かにそうです中もやればよかったのにねってって感じでですよね。でも見た目はスポーツカーっぽいですけども、はい実際にはもう全然スポーツカー気質はない。早くないですか？やっぱ速くないです。あ、そうなんですね、うわ運転してみたい俺の車デロリアンってやばいっすね。エンジンは後ろ？エンジンはリアです。後ろになります。前どうなってんですか？前は実は収納スペースになって見ていいですか？もちろんもちろん。おお、あでも確かに結構広い。そうなんです。俺今私物で996乗ってるんですけど、はいハイパー狭くて、あでも浅いわ。そう浅いんです。浅いけど広い。ゴルフバッグとか、はい当無理だよね時で買い物なんか食材とかも、はい正直どうしてたんだろうっていうのは見受けられる。確かに平たく積むしかないですね。うん、そうなんです。ガソリンここ？そうです。うわーガソリンは荷物との嫌だな。これも前期モデルははいガソリンタンクが別にうちにあったんですけども、中期後期モデルからこのボンネットの中に、あんまじゃあ遠く行く車でもないですね。正直申し上げますと毎日乗るような車ではない確かにですね。なので本当に例えばお休みの時に、はいどっか出かけたい時じゃあデロリアンで出かけようかですとか、はい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 、はい轟オートガレージ。あそうだこれやばいね。すごいですね。ちっちゃいベンツだよ。小ベンツとかよりもちっちゃい。テールにコペンの面ベ影がースコペンな。あ確かにシートコペンだわ。作り込みがすごい。赤内装が確かにこの当時のベンツっぽいさあるわ。日本自動車大学校。やっぱこれ学生さん作った系面白いっすね。面白いですね。これやばいっすね。そうですこれね。ベース何なんですか？ベースが V35 のスカイラインクーペです。スカクなんだ。はい。次世代のケンメリっていうのがコンセプトで、確かにケツの落ち方とか。そうですねなるほどっすね。フロントフェイスであったりとか、はいサーフィンラインであったりとかはい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 っていうのを、僕たち学生がはい新しい解釈というか、はい。今のケンメリだったらこういう感じでもいいんじゃないかなっていうので、面白い。はこれって登録できるんですか、もうこれで。い。できます。3月の上旬に、はい。車検を通す予定で、はい。そうなんだ。でもオーバーフェン
サイズとかも変わって構造変更出してみたいな感じなんですか？そうですね、サイズに関しては、フロントに関してはほぼほぼ寸法変わらずで、あ、そうなんだ。でリアに関しては約10センチほどへー伸びてるっていう感じですね。幅に関してはやっぱサーフィンラインがあるので、はい。ちょっとベースの V35 スカイラインクーペよりは出てるっていう感じであ、でもインパネがスカクーだ。す。そうですね。すげえ。これ皆さんで作っていく感じですか？そうですね。今年僕たち15人いて、はいこれ作ったら単位もらえるとかなんですか？そうですね。一応これが、はいまあ卒業というか、はい、卒業制作みたいな。すごっ。すげえ。売るんですかこれは最終的には？いやもうイベントに展示したり、あとは学校保管っていう感じで。ベース車両はやっぱ日産から提供されてみたいな。いやもうこれも僕たちが中古市場で探して、へえ。今でもベースにするにはスカクいいっすよね。そうですね。だいぶお手軽っすもんね。面白い。で予算が100万円で、もうベース車両も含めてですか？含めて100でできるんですか？あ、でもそうか、人件費ないそうですね。そういうことっすよね。ただやっぱ、はいホイールであったりタイヤであったりっていうのは、やっぱ高くついてしまうので、まあそこは協賛で、おお、はい、プレゼンをしてっていう感じで、皆さん卒業されたら整備士さんとかになってる感じですか？そうですね、整備士になる方もいたら、板金塗装業にはい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 。幅広くありますね。そうなんすね。このケツやばいっすね。これがそっかの伸びてる部分。そうですね。テールランプは大型トラック用のテールランプ、はいはい。あ、確かに丸いやつあるっすもんね。丸め4灯を再現したかったので、はい。まあいろいろ探した結果この大ライトに型トラックのやつがはいあったと。でこの黒の枠とヘッドライトカバーはい。とグリルに関してもそうなんですけど、これ 3D プリンターで制作してるんですよね。あ、じゃあこれ細かくやって。そうですね。そっか、今 3D プリンターあるからいろいろやれるっすよね。はい。あと、はい。そうね、このあ 3500GT っていうのも県名入りの 2000GT っていうのをちょっとなぞらって、 3.5 リッターのそうですね GT。すげえな。あとこだわりで言うと、はいこのエンブレムが県名入り用のエンブレム使ってて、はい。で今回GT 仕様で作ってるので、はい制作したのでこの GT バッジっていうのも、はい。現行のスカイラインニスモはい。の GT バッジ本来赤色なんですけど、それを青く、塗り直してなんかちょっとハイブリッド感あるっすね、この色。そうですね。ステアリングはナルディさんのはいステアリングで、こちらシートを、はい。まあちょっと独特な感じしてると思うんですけど、こはいれシートカバーかぶせてあって、でこれ三将様って言われる内装関係の企業様にはい協賛いただきまして、まあワンオフで作っていただきました。これシートの角度はやっぱスカク仕様なんですね。ちょっと倒し気味で。そうですね。サンダーオートガレージ。よくお話聞くスイニングモーターズさん。友達です。僕はあくまでもお手伝い、後でおさむさんここのボスの話も聞いてもらえればと思いますけども、これ何？これエルフ、2代目のエルフ、エルフなんだ。 2代目のエルフ。俺もうちょっとさ、ヨーロッパ車屋さんかと思ってた。ああ、というわけではないです。だから変なこういうニッチな車ばっかり集めてるお店です。変なおじさんのお店。エルフってこんな時代があったんだ。これ2代目です。このジャンルの旧車ってあるんだね。そうあるんですよ。こういうだからすごいニッチだから、うん。まあこういういい感じのやれ。やれ、水雨どいのところから。いい感じのやれは残ってるけど、フロアの鎖で穴が開いてるとかないです。へー。で、165万。そう。まあこれは安いのか高いのかわかんないです。安いと思いますよ。安いの。安いと思いますよ。全然。そっか。そうでこれ、はい。G161 っつって、はいいわゆるベレットとかのエンジンが入ってる。いすず。そう。ベレットと同じエンジンで動くんすね。動くんです。だから結構なんか見た目以上に軽快に走る。何リッターになるんですかこれは？これね1600。トラックで1600。まあでもそっか、ダットラとかも言ったらそんなもんか。そうで別に上は軽いし。確かに、はいでもこれこそ僕らが多分見ていただいてる海外の方からするとレアだと思うんですよ。なんかタホとかアストロとかはあるけど、エクスプレスってあんま入ってこないみたいな話で、商用車って多分ハイエース以外海渡らないじゃないですか。あんまりこれ
特筆すべきところは、はいもうめっちゃシンプル。このフルードがむき出しっていう。直なんですね。わかりやすい。で整備性はすごいいいですね。この辺トーカルイはここから触れるし、でフルードここにいるし、もうエンジンそこにこなってね。そうこれなんか足でつついてバチとかいったら怖いですけど。怖い、確かに。いわゆるコラムマニュアルってやつで、はい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 これがシフターっすね。どういうパターンになってる？これが向こうの当てもらった方が見えるかな。なるほどね。うわ、すげえ、そっか。サスペンションじゃなくてケツの下でよろしくやるみたいな。トラックっすね。そう板っすね。でここに H パターンがあって、これを H と呼ぶのかどうかって。まあ H っちゃ H っすよね。そうだ、1、2、3、4で下のでバックリア。すごっ。でっかい系のステアリング。はい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 。すげえシンプルなメータはい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 。ーとか、あとはもうこのグリップ。うわー、すげえなー、これ。これが良いんですよ。でこれ3人乗り。はい。前3人。そういわゆるベンコラス。ベンコラっすね。ベンコラっすね。最近でも大人気の。最近でも大人気の。ベンコラって好きっすもんね、みんな。そうベンコラっていう響きがいい。ベンチシート、これ略すのむず。ベンチシートでコラムシフトでベンコラです。ベンコラ。もう一個特筆すべき事項が後ろはい。なんですけど、何これはいこの低素のはいキラボデーで、はい。これ一面開きなんですよ。え、こっちも倒れる。開かないんですよ。だからあこのそういうことサイドのデザインがはい。これ生きてきてるんですよね。これ三面開きじゃこうはいかない。そっちが開かない。そう開かない。ここがこれではい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 。やってで外してやればまあ開くと。こういくわけですよ。国産っぽいだからね。これがすごいレアなんですって。なるほど。あ、ここにはめて。っていうことです。いっちゃっていい？大丈夫大丈夫。OK です。おお。っていうやつです。面白。エルフをちゃんと見たの初めてかもしれないです。で今こんだけベラベラ喋ってるけど、ここの人間では僕はないという。ただの車好きなお友達です。スイングモータースは何にこだわってるかって言ったら、ちょっと面白いな、ちょっとかっこいいなっていうそういう車だから、ジャンルじゃなくて、それこそ50年代ぐらいから、まあ、2000年代初頭ぐらいまでの幅50年するんですちょよ。っともうだから例えばほらスポーツカーとか、はいトラックとかそういうのにこだわるんじゃなくて、はいあこれかっこいいじゃんとか、これちょっと今面白いよねっていうそういう要素がある車を、だからまあよく言われるのは旧車のセレクトショップじゃないですけど、僕の目線で、はい。おなんかこれ今よくねみたいなね、大体そういうやつだよね。こっちにラインナップ貼ってありましたあよね。そうそうそう、見ていいですか？そうそう、あれを見てもらったらこれはい幅広さが、よくわかるといや思う。変だなっていうのがわかる。だって車屋さんなのにジャケットがベルのヘルメットっすもんね。在庫車図。そうそう、この辺で見ると、まあこれね53年のこれ柳瀬1号車、柳瀬が最初に輸入したはいビートルの1台ってやつ、ー6台のうちの1台ってやつだったりとか。ヒステリックカーじゃないですか。そうそうそう。 Z あとはまあ最近はね、こうセダン系がやっぱり行方がローレルか。すごいいいし、はいまあ、あとは僕三菱結構好きなんで、はい。 FF シグマの初期のやつとか FF シグマの最初の FF のやつの最終型だったりとか、はい。またこういうねワゴンとかまだタウンエース。タウンエースとかで、はいはいはい今やっぱり僕も YouTube やってて、王道の旧車よりははいこういうワンボックスだったりとかちょっと大衆車系の方が皆さんの身近な記憶にあったやつとしてはいめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。なるほど。そうで今そういうのを気楽に乗ろうよみたいな感じの乗りでやってるんで、だから本当に名車的なのもあるし、はいまあ、あとこれレアなこうヒュンダイエクセルって言って、はい三菱のコンポーネントを使ったはい十字アーロデザインのヒュンダイ車これ激レアでね、これはね80年。ピアッツァと並べたりもしたんですけど、そうそうそう、五徳のピアッツァと一緒に写真撮ったりもしたけど、はやばいでしょ。ばいっすねこういうまあトリプルネームっすねまあ、あとは僕の一押しはこれね、2000年代初頭の鈴木のエリオっていうこれが実はスーパー名車で、誰も気づいてないですよ誰も気づいてないけど、乗ったはらいすごい乗り心地っていうか走りも良くて、いーやただの1500の大衆車ですよ。だけど、はめちゃめちゃいいっていうそういうのをはい掘り起こして、みんなにだから何でもやる。だからこれなんて2気筒キャブターボのミニカーなんです。オープンカーなんですよ。屋根外れるの。屋根なしなんですよ。
これはどこから仕入れてくるんですか？基本的には僕やっぱり20何年旧車やってるんで、横のつながりの紹介が非常に多い。僕何でもやってるから、なんかこの変な車は横田だみたいな感じで同業者がそう隠れた名車をなんか掘り起こすというか、そんな感じやってる感じです。時代が経つにつれて、面白いなと思う車の年代も変わってきてるんですか？変わってきてます。変わってきてるし、今あと現場にいて肌で感じるのは、お客さん一番多いのはやっぱり50代なんですけど、その次はやっぱり20代の結局で、20代の子たちって今何に興味あるかなって言ったら、やっぱりほらセダン系だったりとかっていうのがあるじゃないですか。セダンってないですもんね。そうでこのシグマなんて89年だからもう本当に35年前とかなんですけど、もう本当に普通に乗れる。現代の車ってほらどんどんセンサーの発展で、人間が怠惰になるね、余計な装置が増えてってるだけで、実際もうこれ89年の時点で決まっちゃってる。もうだからもう今乗っても何にもストレスもないし、普通にめちゃくちゃ気持ちよく走れる。でかっこいいおしゃれみたいなのがあるから、そういうのをみんな気軽に楽しんでもらいたいなって。こんな在庫車両あってもやっぱ持ってくるのがエルフなんですよ。いやこれですよ。やっぱりこのオリジナルの高さだったりとか、やっぱり実際こう昨日からお客さんの反応を見てたら、みんな好きなんだなっていうのがやっぱり働く車っすもんね。そうなんですよ。だからそんな感じでやってます。なるほど、ありがとうございます。轟オートガレージ。